ケムコのゲームをやっちゃうぞ。老舗ゲームメーカー。歴史と信頼よね。ゆっくり実況。始まるよ。メリジーロ、ゲーム万歳。オープニングから豪快な爆発でワクワクが止まらない紳士淑女の皆様こんばんは。いや、おはようかもしれません。むしろ、こんにちはなのかもしれないです。何をブツブツ言ってんだ。本日皆様にご紹介するゲームがこちら、ダウボーイ。なんか古臭いゲームだな。私は知らないゲームだわ。大丈夫です。私も初めて知りました。周りに持っている人がいなかったので存在すら知りませんでした。そんなこんなで基本情報レッツラゴ。ダウボーイは1984年にアメリカ合衆国で、コモドール64用に開発されたゲームでございます。開発販売は米国シナプスソフトウェア。そのゲームをファミコンに移植したのが本作品。販売はケムコでおなじみの寿システム。1985年12月11日とクリスマス商戦にぶつけてくるあたり日本で一発当ててやろうという意気込みを感じます。ゲームの目的は主人公のダウボーイを操作し、敵陣内の捕虜収容所に潜入し、24時間以内に囚われた重要人物を救出して脱出することである。主人公ダウボーイは第二次世界大戦以前の米国歩兵に付けられていたニックネーム。ダウ DOUGH は生地の意味。米国歩兵の顔が白い粉塵まみれでパン生地のように見えたから付けられたというのが由来らしい。へえ物知りね。ウィキペディアに出てました。そんなレガシーゲームの魅力をじっくりパン生地を焼き上げるようにお届けします。外はカリカリ、中はふわふわ。皆様本日はダウボーイをご紹介するお時間をいただき大変ありがとうございます。皆様にダウボーイの良いところを捏造してでもやりたいと思っていただけるよう、全力を尽くして本作品を紹介させていただきます。本日、担当させていただきますメリジーと申します。また捏造系プレゼン。どこをねじ曲げて伝えてくるのか。さて1985年発売とすでに40年経過しているわけですが、全く古臭さを感じない画面ですよね。古臭さしかねえだろ。騙すならもっと上手に騙してよ。夢を見させてよ。すみません。ワンチャンいけるかなと思ったんですがダメでしたね。いけるわけねえだろ。安く見られたもんだわ。それでは改めまして、見た通り非常にレトロ感漂うゲーム画面となっております。ザ・ビデオゲームといった佇まい、風格すら感じられます。カセットビジョンの木こりの良作を彷彿させるような大胆なタイトルです。どっしりとしたタイトルとか色使いとかがすごいレトロな感じだな。ゲームの目的は非常に単純。敵地に囚われた重要人物を捕虜収容所から助け出せばミッションクリア。しかしながら、このレトロな佇まいと単純な目的とは裏腹に、やってみなければわからない魅力が詰まったゲームとなっています。脱がしてみたら実はすごい。何を脱がすんだ。エロじじい。何事も見た目で判断するのはダメということ。しっかり中身を見定めていきましょう。まず最初に紹介したい魅力ポイント。アイテムが豊富。そしてアイテムを使う操作が非常に挑戦的でありフロンティアスピリットを感じることができます。ゲームの歴史に触れることができる実に魅力的なゲームなわけです。重要人物を救助するために落ちているアイテムを拾って使って各面をクリアしていく。こんなレトロなタイトルなのにアイテムの種類が非常に多いのです。こんなタイトル。そんで、どのくらいあるんだ？なんとその数6種類。確かに木こりの良作の割にはアイテム数が多い。そしてアイテムの使い方が現代のゲームとは異なり非常にわかりにくいのが特徴。それもそのはず。前例がたくさんある中から良いとこ取りができる現代のゲームと違い、豊富なアイテムを使いこなすゲームなんてほぼ皆無に近いこの時代。新たな操作、アイデアで面白いゲームを生み出す気概でありフロンティアスピリット。操作はわかりにくいものの分かれば非常に直感的な操作感でありフィーリング。面々と流れるゲームの歴史の中にあるゲームであることを実感できるはず。一例として TNT の設置方法。設置場所に立ち止まり A ボタンを押しっぱなしに。とビープ音が聞こえたら A ボタンは押したままにして十字ボタンで移動。リードを伸ばしつつ爆風に巻き込まれない位置で A ボタンを離す。なんか理にかなった操作だな。十字キーと AB ボタンだけって考えるとよく練られた操作系ね。アイテム選択式ではないので最初は戸惑いますが、長押しの秘密に気がつけば実に直感的な操作だったりします。このレトロゲームとは思えないほどアイテムが豊富なだけでなく、アイテムの使用方法から感じられるゲームの歴史とゲームクリエイターの魂。これこそがダウボーイの魅力と言えます。なるほどゲーム黎明期にしか味わえない魅力って感じか。偉大なる一歩目というのを感じるのね。そしてアイテムが豊富ということで、見た目と裏腹にステージギミックも豊富なのも大きな特徴であり魅力です。皆さん目を閉じてみてください。来たな。閉じました。
考えてみてください。このロムカセットのデザイン、ゲームタイトル、ステージのバリエーションは多いと思いますか？いや、バリエーションは少ないんじゃないか？なんか微妙な違いがある程度でバリエーションは少ないと思う。ですよね。誰もがそう思うはずです。ところが全く違う趣のステージが5種類も用意されているのです。そんなにか？意外と多い。まずアイテムですが一面で拾います。無制限じゃないんだな。そうです。拾います。後にも先にも一面でしか拾えません。次の2面、ゴールは川を渡った先。ですが我らがダウボーイは泳げません。金槌なのね。ではどうするのか？納車の刑で上流にダムを作って川を干上がらせるのね。違います。納車の軽橋上がった川を渡るときに一気にダムを決壊させて押し流す契約なのでダメです。というかダムも作りません。で、あるか。ここは拾った TNT で灯台を破壊して橋にして進みます。豪快だ。そして3面以降は金網が設置されておりクリッパーで切って進みます。戦車は地雷で破壊することができますが積極的に狙いません。むしろ地雷は TNT 設置をミスって設置してしまい自分が踏んでゲームオーバーになる。文字通りの地雷。うまいこと言うな。4面ははしごを使い敵陣地の奥地に侵入。5面はなんと暗闇の中をサーチライトをかいくぐり突き進む。なんか本当に色々とあるな。そうなんです。こんなわけがわからんゲームなのにギミックだらけ。わけがわからんゲーム。正直言いますがこんなまがまがしいクソゲーオーラが出まくっているゲームですよ。カセットのデザイン、タイトルのデザイン、ゲーム画面から特級呪物のオーラしか見えないゲームですよ。なのにギミックてんこ盛り。特級呪物。これは完全に掘り出し物ですと言わざるを得ないです。このように見た目と裏腹にギミックが豊富な点が2つ目の魅力となっております。特級呪物とのギャップもか。3つ目の魅力はマルチエンディングの採用。何？マルチエンディングだと192キロビットロムカセットなのにですよ。たったの24キロバイトのロムカセットなのにマルチエンディングなんです。すごいな。最終面で救助成功と救助失敗によってエンディングが変わってきます。この辺はこの後のゆっくり実況で紹介していきましょう。3つ目の魅力は頑張っているマルチエンディングの採用です。頑張っているの部分が引っかかるな。それでは視聴者様のコメントを紹介して、皆さんのやりたい気持ちをブーストアップしてもらいましょう。天中シリーズやメタルギアの遠いご先祖様個人的には間違いなく偉大な名作です。挑戦やペンチの使い方を体感的に把握したら、サクサクと潜入作業を遂行できます。リアルタイムでやった時は期待していた分がっかりしたけど今やってみたらすごく面白いのかもしれないと思います。敵に体当たり仕掛けると無条件で倒せるってとこだけは斬新だったと思います。友達の家にありましたが、誰も2度目を遊ぼうとは言わなかったゲームです。これをやるとはすごい選択ですね。何か思ってたより好意的なコメントが多い気が。これ神ゲー評価されているパターンか？気になってきましたね。それではアンケートの結果を見てみましょう。ドン。おい、がっつりクソより。それでは神ゲー指数も見てみましょう。神ゲー指数が得票率にこのように係数をかけて数値化したものになります。ダウボーイの神ゲー指数は、やっべ、これやっべ。マイナス31ポイント。いやー世間ではがっつりクソゲーと評価されてました。やっぱり特級呪物か。こんなもん掴ませようとしやがって。待ってください待ってください。コメントにもあるように当時はがっかりしたのかもしれません。ですが、今やることで私のプレゼンした魅力を感じることができ、当時見えなかった何かが見えることもあるかと思います。ぜひとも自己責任で手に取ってみてください。出た自己責任。結局責任はこちらに委ねられるシステム。さてさて気になるダウボーイのお値段情報ですが、駿河屋調べで箱ありで2500円。意外とするな。箱ありは仕方ないですね。しかし箱なしだと480円からとなっております。私は近所のブックオフで528円で手に入れました。興味を持たれた方はご自身の懐事情と相談してみてぜひとも遊んでみてください。ということで皆さんお待ちかねのゆっくり実況をやっていきましょう。ゆっくりしていってね。それじゃあダウボーイやっていくとしよう。まずはマップ1じゃ。なんか散らかった面だな。物が散乱しているじゃないのよ。本ゲームのクリアに欠かせない重要アイテムじゃ。そんな敵にとって重要なもんちゃんと片付けとかないとおかんに叱られる。というわけでどんどんアイテムを拾っていきましょう。この青緑の服が主人公ダウボーイ。仲間を見捨てるなんてできねえぜという熱血感。仲間なの？重要人物って言うから仲間じゃないんじゃ？細けいことはいいんだよ。で、この白いのが悪者。悪者。第一次世界大戦がモチーフということで怒号などあったりとリアルな戦場。プレゼンパートで操作に関してはフロンティアスピリットと褒めたたえましたが、レスポンスは悪い模様。障害物との当たり判定も微妙にが倍ので意外と気に引っかかる。操作性良くないんじゃないの？詐欺プレゼンか？誰も操作性が良いなんて言ってないからセーフ。ヘリクス。とにかく気に引っかかりまくる。自分も敵も鉄砲で撃ち合うことができるのだが、このレスポンスの悪さのせいでエイムが安定しないという致命的な致命傷。よって奥の手を使う。悪者と接触すると、こちらが一方的に勝利。悪者で押し通す気か。接触すると勝てるのか。どうやらナイフを持っているという設定らしく、ダウボーイ君は一流のナイフ使い、知っ
ちゃな頃から悪ガキだったんでしょう。ナイフみたいに尖ってたのか。ということで本ゲーム、敵も味方もエイムがガバガバなので接触してナイフで煙にした方が楽という事実。盛大な鬼ごっこと化します。となんじゃかんじゃ言っている間にマップ2がスタート。川を渡らなくてはいけない。そうだ灯台壊して橋にしたろ。とナイスアイデアのダウボーイ君。ガンガン灯台を破壊工作。なんで普通に木があるのに。そんなもんダウボーイ君がエコだからに決まっとるやないかい。それは偉いな。破壊と暴力のカタルシス。建造物を破壊して橋にするスキルは超越求人。どこでそんなスキルを身につけたのか。しかしここで爆風に巻き込まれあえなく爆散。あっけない最後であったな。やられても橋は残ったままの新設設計。コンティニューもはかどるので安心して爆散可能っていうあれ。あれですか。何やってんの？なんか錯覚したらしい。TNT の無駄遣い。ようやく折り返し地点。まだまだ先は長い。後半も同じような感じか。ひたすら灯台を破壊していく。船が下から上に移動していてダウボーイと Y 軸がアウトを打ってくる。船からの弾は木で避けることが可能。その木が一番強いんじゃないか？わしもそう思う。危な。とにかく判定がシビアなので橋も慎重に渡っていく。よしあとは鍵を拾ってクリア。順調に進んでいるな。お次はマップ3。ここでは金網が設置されているのでクリッパーで切り取って進みましょう。そして何やらカラフルなドラム缶。なんか綺麗だな。このドラム缶の中に鍵が隠されているという寸法。なんちゅうところに鍵を隠しとるねんっていう話。金網に穴を開けるためのクリッパー。利用方法は簡単。十字キーを押しながら B ボタンをゆっくり連打。はい開きました。地味な穴だな。さて割るものがたくさんいるので注意しながらドラム缶を破壊していく。そして銃で倒そうとしてはいけない。あくまでも体当たりによるナイフ殺法。もしくは TNT 爆風による爆殺。ナイフを使っている描写がないから、触れるものが一瞬で溶けてるようにしか見えないな。これダウボーイ君は戦場でかなり恐れられてるわよね。差し詰め青緑の悪魔といったところか。微妙なカラーリングだからな。とか言っていたら背後からズドン。やはり撃ち合いになると足が止まるので不利。敵の弾が避けれないのね。鉄砲撃つと足が止まる上に、硬直時間が長いと言われ、TNT 設置の方が大掛かりで硬直長そうな気がするのに、TNT はサクサク動ける不思議。やられてるじゃねえか。木に引っかかった。斜めに移動して敵を倒しに行ってたのに、どうして。どこかに鍵が隠されていると言ったが、多分全破壊した最後のドラム缶から出てくる感じ。そういうからくりなのか。世知辛い仕組みだ。で、またやられてるじゃん。このマップ単純なようで難しい。結構周囲から撃たれまくりそうだもんな。なーにやってんだ。見事な自爆。爆風スランプ。残りが2人まで減ってしまった。さすがマップ3。折り返し地点だけあって超高難易度だな。ジジイの腕が、やっぱり G さん集権部と名の付くものが苦手なんだな。ようやく鍵とご対面。あとは金網に穴を開けて、逃げるのみなのじゃが、これが焦る。立ち止まるとやられ率が跳ね上がる。落ち着け落ち着け。よっしゃクリア。長かったマップ3を攻略やったぜ。いよいよ後半マップ4へ突入。マップをクリアすると残機が増えるらしく、残り3人となりました。さてマップ4は壁を乗り越えてさらに敵地奥深く侵入するミッション。気分はインポッシブルなクルーズでございます。意味がわからん。この赤いまだら模様なのが壁。
随分斬新なデザインですな。例によって金網ディフェンスが、まだダウボーイがかなり当ててる途中でしょうが。そりゃ敵とみなされて撃たれるわな。待ってやる道理はないわね。マップ4侵入時に増えたダウボーイ君を早くも失ってしまい、ショック。ショックはいいから落ち着いていけ。壁を登るにははしごってなもんで、はしごを設置してしっかり登りましょう。このはしご実はマップ1でしっかり回収済み。数に制限がありますので使った後はしっかり回収。よろしく回収でお願いします。またくだらない。このように変なところにはしごを置くとへの役にも立たない状態になりますので、皆さんもプレイするときはご注意を。そしてこの壁、行く手を阻む高くそびえ立つ壁に見えますが、弾丸は防いではくれません。おかげさまで壁の向こうにいる敵はバンバンこっちを狙ってきます。人だけを拒むのね。倒しても復活するので無視して進行。鍵が目の前に見えてきました。もっさい動く戦車だな。ビンビン動かれても怖い。危な。どこをとんのじょぼけ死ぬことだったぞ。と飲み屋街の酔っ払いのようにわめいている間にクリアやったぜ。さていよいよマップ5。最終面に到達。この最終面、真っ暗闇の中を重要人物を救出する最難関。なるほどイースの鉱山もドラクエのダンジョンもここからインスパイア。絶対違う。様々なゲームのそんな偉大なゲームダウボーイ。というわけで金網を TNT で壊すワイルドダウボーイ。金網を抜けるとそこは地雷エリア。はい、踏みました。全く見えなかったな。かなり凶悪なエリアとなっております。真っ暗闇の中に地雷が埋め込まれているのね。ほんと非人道的行為も良いところ。地雷の位置を完全に把握するか。慎重に進むかの2択。記憶力の低下が著しいわしは慎重に進む1択のみ。慎重さにおいては右から出ていく者しかいないわしにとっては鬼門。右から出ていく者しかいないって。地雷エリアを突破するとまた金網。やはり重要人物を収容する施設だけあって守りが厳重。これまでのマップとは一味も二味も違うな。TNT の光によって一瞬映し出された光景。建物や施設を全部ぶっ壊すと例によって鍵が出てくる。というわけでどんどん破壊していきましょう。敵も警戒を怠っておりません。サーチライトで警戒しております。見つかるとどうなるんだ？悪者がわらわらと出てきます。そしてなんとこのサーチライトの光、TNT で爆破可能という、ちょっと何言ってるかわからない状態です。サーチライトの光を壊せるのか。まあサーチライトじゃなくて、ランタンみたいなのが飛んでいると思えば現実的で納得ですね。ランタン飛んでるのもすごすぎだろ。爆風に巻き込まれました。冷静に言うなよ。TNT は大胆に避けることをお勧めします。やられたということは、ストレスフルな地雷ゾーンを再び抜けなくてはいけない地獄。ビクビクしながら進んでいきます。越えよう。踏んじまった。めでたくこれが最後となってしまいました。残り0人。でも地雷を何個か消し去ったので、いくらか安全になったかも。問題はここですね。とっとと鍵を見つけてずらかりたい。危ねえな。また爆風の近く。いやいやなんか左に変な建物があったんよ。よし鍵が出た。暗闇すぎて鍵も見えなくなるのか。そして捕虜収容所破壊。重要人物が。大丈夫。重要人物最強説。あと外れて帰るのみ。そして最難関地雷ゾーン。ここを抜ければ、慎重に慎重にな。めっちゃ慎重に行ってます。もしここまで来ればあとは左に行くだけ。クリア。おやったな。おめでとう。さてさてプレゼンの時に言っていたマルチエンディングについて、バッドエンドがあるんじゃが、そちらも見てもらう。マップ5をやっていくぞい。捕虜施設破壊のところから見てもらう。なんか上にまた地雷埋めているな。あら間違いだから気にせんといて。そして捕虜救出。連れて帰っている時に悲劇が起きた。さて、その悲劇を見てもらっている間に、感想を、ダウボーイ。今回完全初見でした。40年も前のゲームでしっかり見た目は40年前のゲームでございました。し
しかし見た目と反してアイテムの種類が豊富なのとアイテムを使ったギミックが豊富という、想定外のゲーム性、意欲作であるというのビンビンと伝わってくる一品でした。しかし残念、操作性と当たり判定に難があるので爽快なゲーム体験は難しい本作。40年前のアイテム駆使系ミリタリーアクションシューティングとして、堪能したい方はその辺を考慮の上にやってみてどうぞ。まあ、操作レスポンスが悪い。当たり判定がガバイはレトロゲームあるあるなので、わしよりも手だれのレトロゲーム猛者たちなら大丈夫でしょう。とまあ色々と言っておりますが、老後に遊ぶゲーム棚にしまうかといえば、しまわないでフィニッシュとさせていただきます。見送りか。でゲームの方はどうなっているかと言いますと、救助した重要人物を連れている途中で地雷を踏んで、共に爆散。どうやら地雷で粉々になった模様。どうするの？完全に積んだなぁと思って途方に暮れております。途方にねあてもなく探す毎日。毎日。あちこちしているな。間違っておいた地雷が邪魔。TNT で一瞬明るくする。なんもないな。これは罪ってやつじゃ。罪だな。収容施設ももぬけの殻。おい、踏みに行った。自暴自棄。もういいやってなって、帰った。グッバイ出てるぞ。野村よしお。古いわよ。もうやめさせてもらいますわ。というわけで今回はここまでじゃ。この動画が楽しかったと思ったら高評価お願いします。もっと見たいと思った人はチャンネル登録もお願いします。メンバーシップもあるので確認だけならタダなので確認してみてほしいのじゃ。というわけで皆さん、ありがとない。次回予告。次回は聖と聖夜黄金伝説。完結しない12級編見切り発射のあれ。教皇の正体すら分かっていない時にフライング発売。色々と擦られているゲームではあるわよね。このゲームの魅力を引きずり出して、あなたのハートにレボリューション。